娘は胸を押さえて痛みで地面に倒れた。顔は青ざめていた。機内の全員が驚き、乗客たちはすぐに娘の周りに集まった。私の声は震えていた。その時、管制塔から邪悪な霊障味が聞こえてきた。大げさなことするな。ただの軽い心臓発作だ。先に着地したいという言い訳にしてるだけだ。自分のことのために数百人の生命の安全を無視してるんだな。どんなに汚いんだ？その言葉を聞いて私の心は沈んだ。ジャスティン・ウッズもまた転生してきたらしい。前世の焼けるような拷問めいた記憶がまだ鮮明に心に残っていた。魂の痛みが襲いかかり、私はぎっしりと息をした。飛行を続けながら私は答えた。ジャスティン、あなたは娘の病状を知らない。どうしてそんなことが言えるの？本当に死ぬのか？ブーンという音がし、通信障害の後、ジャスティンは管制塔との接続を完全に切断した。副操縦士のジェフ・グッドリッチが焦っていった。デイビス機長、お嬢様の様子が悪化しています。娘の苦しむ呼吸声が耳に響く。再び管制塔に連絡しようとした。だが、電話の向こう側から別の同僚のうんざりするような声が聞こえてきた。デイビス機長、ジャスティンが全部話してくれました。ラユが心配で早く着地したいんでしょ？なんで娘が死にそうだって嘘をつく必要があるんだ？すべては規定に従ってやらなければならない。もう電話しないで。その瞬間、ジャスティンの安心したような声が聞こえてきた。C1876 便、無事に着地完了。一切問題なしだ。C1876 便は、ジャスティンの魂の伴侶であるケリー・フリーマンが搭乗していた便だった。同僚が聞いた。では、デイビス機長の便の着地手配をしましょうか？今度は彼女の順番です。だが、ジャスティンは冷たく鼻を鳴らし、無関心に言った。待たせておけ。割り込みするために嘘をついたんじゃないか？それなら割り込まれる地味を知ってもらおう。同僚はそれから接続を切断した。同時に娘の生きる唯一の希望も絶たれた。副操縦士が娘が私を呼んでいると告げた。彼女は苦しんでいた。彼が操縦を引き継いで時間をくれた。私はためらうことなく娘のもとに走った。ママ、ごめんなさい。娘の唇は青ずんでいた。彼女は苦しそうに微笑んだ。ここでママとさようなら。ゆっくりと目を閉じ、腕が下がった。私は低い悲鳴を上げた。怒りで体が震えやまなかった。その瞬間、ジェフが叫んだ。デイビス機長、前方に雷雨が接近しています。悲しむ時間はなかった。前世のベンと同じ試練に直面していることを知っていた。一番重要なのは悲しむことではなかった。300人の乗客を乗せたこの弁を無事に着地させなければならなかった。再び管制塔に連絡した。ジャスティンはうんざりしたように言った。C2991 便が特別な状況に遭遇したため、先に着地しなければならない。周回して待て。私は厳しく答えた。現在地に雷雨が接近しています。ジャスティンは冷笑した。くだらないことを言うな、ジュリア。先に着地するために嘘をついてるんだろ？さっき死にそうな娘の話してないのはなぜ？深く息を吸い、感情をコントロールしようと努めた。ジャスティン、あなたは規定に違反しています。この便には300人以上の生命がかかっています。お前も他の便の300人の生命なんて顧みてないだろう。ジャスティンは悪意を込めて言った。自分の命しか考えてないな。なんて利己的なんだ？電話の向こう側でケリーの柔らかい声が聞こえてきた。わあ、ジャスティン、
管制塔はこんな感じなんだ。初めて来たわ。もう感じないと思っていた心が沈んだ。刺さるように痛んだ。娘はいつも父親の職場が気になっていた。何度も彼に連れて行ってと頼んでいた。6歳の誕生日に私が代わって誕生日の願いを話した。ジャスティンはためらうことなく眉を寄せて拒否した。もう大きな女の子だろ。どうしてこんなわがままなんだ？管制塔は誰でも入れる場所なのか？だが、娘が死んだわずか数分後、ジャスティンはケリーを管制塔に連れてきていた。私は冷たく言った。ジャスティン、もし機体が墜落したら、あなたがすべての責任と結果を負うことになります。前回あなたが処罰を受けたとき、仕事を穂積みするために私がどれだけ苦労したか知っているのか。小締めだ。ジャスティンは冷笑して私の話を遮った。彼は厳しく言った。ジュリア、お前は大嘘つきだ。俺が何も知らないと思うのか？ケリーが処罰を取り消してくれなかったら、俺は失業していただろう。当時お前は俺を無視していた。ケリーの手柄を自分のものにしたりするなんて厚かましい。不思議な感じがした。フイサム・オキシンに聞いた。ケリーが？どうしてそんなことが明らかに。だが、通信はまた切断された。説明する機会も与えられなかった。だが、ケリーがそばにいる限り、彼は私の言葉を一つも聞かないことを知っていた。ジャスティンと結婚したとき、彼に魂の伴侶がいるなんて知らなかった。無償で全ての思いと愛を捧げた。一生一緒に生きていくと思っていた。他人から見れば、私たちは完璧で幸せで調和の取れた三人家庭だった。娘が5歳の時、ケリーが彼の人生に戻ってきた。最初はジャスティンが心不在になるように見えた。だんだんと家に帰る時間が遅くなってきた。私は決して疑わなかった。彼を信じていた。ジャスティンが大きな間違いを犯した時に初めて、事情がおかしいことに気づいた。彼は航空管制中に心を散らし、2機の飛行機が衝突する寸前だったと噂されていた。その重大な過失で、空港は即座に彼を停職処分にした。解雇の可能性も高かった。仕事を穂積みするため、私は誰にでも懇願した。説得のために何度も酔っ払い、胃出血で入院するまでになった。命を落としかけた。病院にいる間、1週間休暇を取ったが、ジャスティンに話す勇気がなかった。休暇を取っていると嘘をついた。最終的に軽微な処分に抑えられ、仕事は穂積みされた。それをケリーの手柄だと彼が思っているとは夢にも思わなかった。事件の後、ジャスティンが私に対して異常に冷淡になった理由がついに理解できた。その反対に、ケリーがすべてのことで優先されるようになった。ケリーの指を切ったとき、彼はすぐにその側に駆けつけた。熱を出している娘を一人にしていった。ケリーが悲しんでいるとき、一度も料理をしたことがないジャスティンが、慰めるために食事を作った。前世ではケリーに何かが起こったが、ジャスティンは長い間沈黙し、最終的には何も言わなかった。彼がついに私たちが家族だと悟ったと思っていた。私と娘を家に閉じ込めた時に初めて間違っていることに気づいた。彼は悟っていなかった。ただ、深く愛している人のために復讐する機会を待っていただけだ。第3話。怒りと怨恨に胸がいっぱいになり、管制塔のジャスティンに連絡しようとした。手が震えていた。だが、管制塔はこの機体とのすべての接続を切断していた。ジャスティンは助けてくれないだけでなく、管制塔の他の同僚にも助けを求めることができなかった。機体が激しく揺れた。コックピットの中に客室からの騒ぎ声、叫び声、泣き声が聞こえてきた。
客室乗務員がコックピットに入ってくると、客室から罵声が聞こえてきた。なんてひどい弁だ。今日ここで死ぬのか？機長を恨んでいる人がいるらしい。この女が俺たち全員を巻き込んだ。まだ何してるんだ？すぐに謝罪しろ。中には娘にまで叫ぶ人さえいた。この子が機長の娘だって聞いた。この子のせいでこんな災難にあったんだ。だが、一部の乗客はまだ常識があった。彼らは前に出て怒って罵倒した。もう死んでいるんだから少しは敬意を持て。俺たちはまだ死んでいない。全員、機長を信じなければならない。その瞬間、人間の様々な性格と行動が完全に露呈した。客室乗務員は震える声で言った。デイビス機長、外部の状況が制御不能になってきています。複雑なコントロールパネルの様々なボタンを見つめた。深く息を吸い、振り返って言った。サイモン、今は自分たちで頼るしかない。サイモンの顔は青ざめ、冷や汗をかき出した。私を信じている？と聞いた。彼は深く息を吸い、厳粛にうなずいた。はい。管制塔は私たちを捨て去った。他の便に影響を与えて航行ルートを混乱させるのを避けるため、私は航行区域外の海の方向に飛行することを選んだ。雷雨を迂回し、やっと着地することができた九死に一生を得た。結局、誰も叫ぶことも泣くこともなかった。全員が目を閉じ、沈黙するか泣きながら静かに死の訪れを待っていた。機体が海上に着地したとき、乗務員たちは立ち上がり、感謝の意を込めて私にお辞儀をした。搭乗していた360人全員が無事だった。娘を除いて死者は一人も出なかった。病院で娘の体を覆う白布を見つめると、長い間抑えていた感情がついに決壊した。目が赤くなり、止まらなく泣いた。300人以上を救ったのに、それでも娘を失うことになるとは思わなかった。サイモンはため息をついていった。デイビス機長、外部に多くの記者がインタビューを待っています。先にお出になりませんか？お子様のことは私が処理します。涙を拭き、娘の冷たく小さな手を握った。勇気を振り絞って外に出た。出口でジャスティンとケリーに会った。彼は私を見て冷笑した。ほら、英雄的な女性機長がやってきた。どうしたの？娘が死にそうだって言ったじゃないか？